御嶽海、長野県出身出羽海部屋、玉鷲、モンゴル出身片男波部屋、琴恵鵬、千葉県出身佐渡ヶ嶽部屋、宇良、大阪府出身木瀬部屋。こう身長も高いですし、はい、懐の深いね力士ですよね。いいものを持ってますよね。そうですね。突き放しもありますし、四つ身もありますよね。竜電もね、そういった意味ではこう左四つって形を持ってますし、はい、今場所ちょっとね形にまだ慣れてませんよね。その通りですね。この2人は十両で2回対戦がありますが、いずれも大青山が勝っています。先場所は竜電が攻め込みましたが、これをしのいだ大青山が逆転勝ちです。竜電が先場所は行司は木村朝之助です。もろ差しを狙っていったんでしょうか、竜電。左が入りました。しかし出るのは大青山、寄り切りました。4連勝です。力強い相撲で大青山、今日も白星です。西の十両筆頭で、徐々に幕内の番付が近づいてきています。今日玉ノ井親方の解説ですが、大青山、相撲はどうでしょうか。そうですね、ところですけれども、しっかりやっぱり下からこうねまわしを取りに行きましたよね。今日ここでもう上手をこう探りに行ってるんですよね、これね。これ探り行った時、ここからの引き付けもう一気に前に出ましたね、これ休まずに、それがいいですよね。まわしの位置も良かったですね。玉ノ井さん、非常に魅力のある力士ではないですか。そうですね、このね体の大きさからね突き放してこう、前に出ますしね、今日ねちょっとこの翔猿とこの藤両我の取り組みちょっと楽しみなんですよね。そうですね。翔猿はね、なんていうんですか、今場所ちょっとこうしぶとさが戻ってきてますね、相撲にね。それに対してこの藤両我が、自分のこの突き押し、手が伸びてこうぐいぐい前に出ていけるか、そこを見たいですよね。先場所ははたき込みで藤両我が勝ちました。時間いっぱいです。翔猿がちょっと引きました。しかし藤両我も引いてしまいました。残せない、押し倒しました。藤両我勝ちました。圧力をかけました。翔猿1敗となりました。藤両我も3勝1敗です。この相撲は玉ノ井さん、どうですか。こうやっぱりこうしぶとさがある翔猿に対して、なかなかこうね引いてはいきましたけれども、なかなか落ちませんでしたよね。ただその後にやっぱ23歳の藤両我の今日は攻めていく力が発揮されました。このはたいてね、少しやっぱりこう相手の動きをねこうなんていう警戒するんじゃないんですけど、引くと相手もこう気になりますからね。でそこで負けはしましたけれども、一番ね、とにかくこう攻めてますよね。引く場面がありません。2勝1敗で、その負けた相撲は2日目の藤両我との対戦でしたが、これも互いに攻め合う素晴らしい内容でした。さあ若の勝がもう突っ張っていくのは間違いないと思いますが、どんな相撲で立ち向かうことができるでしょうか。なかなか腕が伸びない。うまいのは御嶽海。回り込みました。若の勝が勝ちました。いや、さすがに御嶽海も下から当てがあって下がりませんでしたが、土俵には若の勝回り込んでの勝ちで3勝1敗です。相手を突いて起こして出るという相撲ではなかったですが、玉ノ井さん、どうでしょう。今日はあれですよね、御嶽海の方がしっかりこう、この辺なんかねこううまいですよね。さすがですね。これちょっとこう右に回り込む隙ができてしまいましたね。そこをこう若の勝がうまくまたこう突き上げていったようなこう流れですけれども、あんまりそこまではないですね。でも自分のやってきたことを言ってもなかなかできるようなものでもないので、
まあ、今にこうあった子たちのそのなんていうんですかね、やり方で自分は一応教えたりはしますけれども、まあ、どことなくこう VTR とか出た時にやっぱり見て、ああ体はすごいなっていうふうにやっぱみんな思ってるみたいですけれど、はい。さあ土俵は狼雅と欧勝海、制限時間いっぱいです。狼雅2勝1敗、欧勝海1勝2敗です。左前回し、ちょっと手がかかりかけましたが取れない。どちらもまだ取れない左四つになりました。左四つですが互いに回しが取れない体勢。下手投げか、あるいはすくい投げか、勝ったのは狼雅でした。豪快に決まりました。一瞬左下手に手がかかったかどうか、それまでは回しは互いに取れていませんでしたが、勝ったのは狼雅でした。まあどちらも右四つの方が得意な2人ですが、結局左四つの狼雅からすればこの左のね前回しが欲しかったんですけど、取れませんでしたよね。まあ、それでやっぱりこう相手の動きをこう下から入るようにこう見ていきますね。これでまあ左入ったんですけれども、ここでね、欧勝海もこう右の上手が取れてればよかったんですけれども、これ切りながら取りたいんですね。そうですね、はい。ここで取ってるんですかね、これ一瞬ですかね。取ったところをこう左からすくって、なんとか立て直してはきましたが、3日間相手の圧力に圧倒されて3連敗中で、心配なのが玉鷲です。こちらこの右のふくらはぎの、テーピングにサポーター、春巡業は腰痛で、途中離脱するということもあって、ちょっと怪我が増えてきています。3連敗中の2人の対戦です。立ち合い合いません。過去4回の対戦はなかなか玉鷲の足が出ない。下から攻め込んだのは時疾風、左四つの体勢を作ります。玉鷲左からのすくい投げがありますが攻めきれない。上手出し投げとなりました。時疾風初めての今場所白星です。玉鷲白星つかむことができませんでした。かなり健闘しましたが4連敗。時疾風もなかなか決めきれませんでしたが、最後まで粘り強く攻めました。そこに出ていっても送り出しという決まり手発表がかなり多くなっています。どうですか、玉鷲も懸命に突っ張りはするんですが、突き放しはいるんですけど、まだ足が出てますよね。このやっぱり右の足がやっぱりどうしてもなんかこう相撲取っててもかばってるようにちょっと見えてますよね。懸命にこの左からねすくおうとしてこう下手投げで振ろうとしてるんですけれども、ここもねこう危なかったですけどね、これ左からまたこう投げを打つんですけど、最後は送り出されましたけど、ちょっとやっぱりどっちか右を差す左を差して回しが欲しいでしょうからね、しっかり踏み込んでいくような形になるのかなと思いますけど、初顔ですかこれ。初顔なんですね。そうですか。もちろん重量以下のでも対戦はありません。相手が出てきた時にさっといなくなりました。いや短い時間でしたが、お客様反応したんじゃないでしょうか。そうですか。では解説お願いしましょう。これでも一回ちょっと検証、他の力士にはない動きがあります、裏には。だから見ている方も面白いのかもしれませんが、はたいていなして獅子はこれにいけたかと思って出たんですね。でもあそこ普通は出るとこですから。そうですか。ただこの低さがねやっぱり宇良の持ち味ですからね。いや面白い相撲でした。短い時間ですが宇良の持ち味もここで発揮されます。そうですね。なんか技のデパートって言いますけど、こういう技がもね一つありますからね、やっぱりそういったものがね土俵の上でこう出てるのかなと思いますよね。
大関琴櫻、それから兄の琴勝峰、はい、さらには大勢やはり佐渡ヶ嶽部屋に稽古に来る力士もいましたから、いい稽古ができていますね。稽古やったらもう十分じゃないですか、いろんなね力士できますからね。先場所はこの2人一度対戦がありましたが、当たると見せて琴恵峰が左にパッとこう変わって引き落とし、あっけなく相撲は決まっています。その1回の対戦だけです。こちら金峰山、昨日は金峰山は伯乃富士にうまく取られましたが2勝を挙げています。2勝は体の大きさを生かしています。ちょっと左にずれ気味でした。右四つがっぷりになりました。金峰山も左の上手は引いています。下手投げ勝ったのは琴恵峰、4連勝です。左の上手から少々ひねっていましたが、右の下手投げで勝ちました。がっぷり四つでどうかなと思いましたが、琴恵峰思い切った右からの投げが出ました。4回目の勝ち名乗り、初日から上手が浅いところだとですね、もっとこう引き付けが効くんですけども、でもやっぱりこの琴恵峰も上手をちゃんとまたこう取り直してね、引き返しますからね、ここでね、やっぱり力が十分に出ますよね。こういうね力の強い金峰山ね、こういう投げで勝つっていうことはやっぱり金峰山のこの上手がね深すぎますよね、これね。ここだとね引き付けも効きませんしね、この下手投げ振られるとやっぱり崩れてしまいますよね。あれがもう少しだいたいその大関数え始めたのが270年ぐらい前ですので、だいたい平均すると1年に1人大関が誕生しているという、平均的な計算となります。さてその朝乃山ですが、また三役へあるいは大関へという復活を目指している朝乃山です。制限時間いっぱいです。さあ今日は朝乃山がどんな立ち合いを見せるのか。阿炎がもうもろ手突き、先に相手の体を突こうという立ち合いでしたが、阿炎の押しでした。押し出し阿炎が勝ちました。これからというところでしたが、朝乃山結局守勢に回ってしまいました。阿炎が2勝目を挙げました。朝乃山も2勝2敗です。やっぱり1回目でね、1回ね阿炎が突っかけてますので、そういうのも頭にあるので、やっぱりここでね相撲取ってますよね。もろ手だとってこう一回引きますよね。でここからの攻めが早いですよね。ぐい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 前に出ますし、もうここでね朝乃山ちょっと体勢崩すような形で足が出てしまいましたけれども、151台、御嶽海252台、霧島が253台、琴櫻255台、青錦が257台と、横綱になった力士も含めての大関の台数です。さあ土俵上は制限時間いっぱいとなりました。錦富士が突っ込んでいきました。いなした、押し出しました。欧勝馬の勝ちです。途中までは錦富士の攻めでしたが、体が入れ替わりました。錦富士は玉ノ井さん攻めきれませんでしたね。そうですね。この欧勝馬っていうのはあんまり回数入れ替えたような感じですかね。
ちょっとやっぱこう攻めがないんですよね、ここまで錦富士良かったんです、ここですよね、ここでちょっとこう体入れ替えられて前に出られちゃいましたけども、もう少しこの欧勝馬がしっかりやっぱり体を作って出てきたということは、相撲を取れるということでしょうからね。先場所は立ち合いすぐに白乃富士が左四つに組み止めました。踏み込んだのが白乃富士でした。もろ差しを狙いました。浅く覗いてはいますが決めて出る。絞りました。ちょっと窮屈な内掛けにいった。振りました。白乃富士寄り切りの勝ちです。どうでしょうか、肘がかなり決まったかもしれませんが、勝ったのは今場所も白乃富士でした。力が入るね、熱戦でしたよね。白乃富士はもろ差しを狙ったんでしょうか。やっぱりこのちょっともろ差し入ったのが良かったのかなと思いますけどね。攻められはしましたけれども、そこでまたねこう攻め返す。でもちょっと間違えるとこう肘決まってしまう、そうですね、危険性はあるんですがね。内掛けに行きました。またここでね攻め返しましたね。少し右の肘気にしましたが、体はご覧のように大きくありませんが、今は藤の川を筆頭に小兵力士が活躍する、昨今の相撲ですが、そこにもファンの期待が集まっています。しかしね、この肩の首の後ろ僧帽筋の筋肉盛り上がっています。展開になるのか。制限時間いっぱいとなりました。右手を出していきました。土俵残りました。元木の軍配は西方藤青雲に上がりました。朝紅龍も潔く今負けたなという感じで土俵を降りました。一気に攻め切ったかと思いましたね。当たったとこう右を差したんで、ここで一気にこう出てこうとしたんですけど、藤青雲右が入ったんですよね。これはちょっとね、ここですよね。足がまたよく回り込みましたね。回り込みましたね。これね、足がねすごくなんかこう相撲で勝って勝負に負けたという形ですけれども、でも朝紅龍からすればここはもう出るところですからね。よくこう2年ぐらい勝てなかった時に初めて勝って久々に勝った時にもう頭が真っ白でしたもんね。何も考えてなかったですもん。そうです。その時に限ってやっぱ勝つんで、そういう時はね、そういうのありましたね。海王関の怪力、外側からギュッと決める力で、かなりの力士がね肘を痛めたケースがありますからね。本当に力は強かった。そうか、苦手力士は魁王ね、あんまりこうそんな苦手だったという印象ないですが、さあ美ノ海と若元春です。美ノ海前の足を取りに行きましたが取れない。若元春が得意の左を差そうという、なんとかしよう、引いてしまいました。美ノ海久しぶりに勝ちました。9年ぶりに勝ちました若元春戦。これちょっとペンでいきましょう、行きましょう。タッチペンいいですか。ではタッチペンで解説をお願いします。じゃあこのままいってください。どうぞ。当てがいながら相撲を取ったっていうのが勝因でしょうね。
これ今日の相撲を見るとそんなに勝てなかったように見えないですがね。そうですね。これだけ下から攻めることができるんですから。ちょっとやっぱり若元春の相撲もですね、立ち当たってからの一つ決め手っていうのがまだないんですよね。なるほど。はい、前はぐいぐい左を入れてる、これが下からスポンと入るような、もろ差しに入るような相撲を取られたら、対戦相手っていうのはすごく嫌なんだろうなと思いますけどね。さあ千代翔馬、今日はどういくでしょうか。この一番も式守神太夫が合わせます。左が入った、そのまま出ましたが、勝ったのは千代翔馬でした。いやいや、先ほども久しぶりに美ノ海が勝ちましたが、9年ぶりと言いました。これまた合い口の悪かった方が勝ちました。正代敗れて1勝3敗、千代翔馬2勝2敗です。前回勝った肩透かしもただこれやっぱしっかりきちんと今日当たりますよね、千代翔馬ですね。でこれでも左が差してここですね、流れですよね、これね、うまく回り込むような形で肩透かしですけれども、やっぱ当たったっていうことがやっぱり一つ良かったのかなと思いますね。ここで正代からすればもう出ていくところですけれども、ちょっとあれじゃないですか、入った瞬間だったので豪ノ山が突き放せるかどうかですが、確かに玉ノ井さんおっしゃるように豪ノ山の相撲は勝っても負けてももう精一杯出し切るという、そんな相撲です。さあ時間いっぱいです。木村寿之介が合わせます。前回し切れました。しかし攻めるのは平戸海、もう一度前回しを下げますが引いた。豪ノ山の勝ちです。平戸海もなんとか左の前回しをと何度も取りに行きましたが、最後は豪ノ山右に開いての引き落としです。上げて1回ぐらい突っ張ってるのかな。で相手を起こしてからの右からになしはたきですよね。この次ですね、ここから前回しを平戸海が取りに行くんですよ。ここでもう上げてるんです、相手の状態を。これでもう一回喉輪で上げといてからの引きですよね。もうこれがここで上げてるんですよ、これぐーっと。そこで引くような形ですよね。一回回しを取られてもう一回ぐーっと上げて。大関の霧島、現在は3人です。さあ注目の一番です。低い突っ張りがまだ効いていない。右からいなして押し出しました。完勝です。若隆景の勝ち、4連勝です。落ち着いた相撲で完全に大栄翔の突きをしのぎました。勝ち名乗りを受けて4戦4勝としました。立ち合いもね下がってませんよね。その通りですね。むしろ前に出ていきますし、大栄翔ちょっと右から若隆景いなした後にも下から入ってますから、伸び上がるような形になってしまいましたよね、大栄翔がですね。これを見ると玉内さんおっしゃったそんなに若隆景苦手な意識はないんじゃないかと思うんですが、それはそう思いますけれども、でも意外に自分が少しでも不安があるときにやっぱりね、こういう大栄翔みたいな勝ち名乗りがあります。
客席はやはり高安の球場にどよめいています。そのニュースを知らないお客様もかなりいたようです。対戦相手の王鵬が入場してきました。高安が、診断書によりますと右の内転筋の損傷というもう右足です。内側の筋肉を痛めてしまいました。太ももです。王鵬勝ち名乗りを受けてこれで2勝2敗となりました。高安横綱豊昇龍も破り、今場所いいかなという感じでしたが、どうやらじゃ攻めるような相撲があるので、あんなにこうね先場所の相撲を見てて、今場所見てるとあんなにちょっといなされたって崩れるような、ね、相撲と、力士じゃないと思うのでね、やっぱそれは多分硬さから来てるのかなっていうふうに思いますよね。今日もやっぱりしっかり当たってね、やっぱり、隆の勝のこの右のね突きをね、うまくこうあてがいながら相撲を取れるかでしょうね。過去は熱海富士の5勝3敗です。引いた。もう一回思い直して突っ張り、いました。押し出しました。勝ったのは隆の勝でした。これは突きが勝りました。動きの速さもありました。なんか今藤井さん見てても硬くないですか。ぎこちないですね。ぎこちないんですよね。なんか上半身はこう言ってるんですけど、下半身の動きがね、なんか硬いんですよ。そうですか。なんかこう相撲の取り口と今場所違うんですよね。なんかここでこう足が揃うことがね、あんまないようなこう力士だと思ってたんですけど、今場所は全部こう揃いながらね、こう相手にこう、今日これでまた崩れてしまうのでね、重みがだから。お母さんもね、女子相撲の日本一3回ですかね、3度日本一に。そうですか。柿添えのね、お母さんがその土俵下に今柿添えの雷親方がいますね。長男の春久君が今場所そうですね、前相撲を取っていますが、藤の川はね、お母さん若くして亡くなって、父親の甲山親方が、男で一つで育てたという。だから最初のなんか検証は全部親方にそうみたいですね。さあ時間です。動きました。左に突き放されて下がって左にという感じで、逃げたわけではありませんが、勝ったのは藤の川でした。4回目の対戦も藤の川。もう少し熱戦になるかと思いましたが、あっけなく決まりました。どう見たらいいですか。そういうのがちょっとこう見えてしまいますよね。藤の川はこれで3勝1敗となりました。お父さんが甲山さんというふうな言い方をしましたが、今日解説の栃東玉ノ井さんも父親が栃東、仙台栃東突き放していくのかなっていうふうにも思いますし、なるほど、琴櫻ですね。ただ琴櫻の立ち合いがですね、足っていうこうなんていうんですか、当たりではないので、ふわっとこう入ってくるようなね、こう当たりじゃないですか。やっぱりこの状態の柔らかさにね、少しこう、戸惑うっていうのは吉野富士あるかもしれませんけども。さあ結び前の一番です。ここまで1勝2敗の琴櫻。先に拳をきれいに下ろして吉野富士。起こしていこうとしました。琴櫻が出ました。圧力をかけました。押し出し琴櫻勝って連勝、2勝2敗戻しました。構わず今日はもう起こしました。そんなに回しを狙おうという相撲でもありませんでした。堂々とした相撲。抱え込むような形でこう出ていったんですかね。ちょっとやっぱなんか押しづらいんですかね、やっぱこの大関に対してはね。もうここそうですね、抱え込んでますよね。確かに押しづらそうですね。吸収されてるような、吸収されてるような感じですよね。
むしろ今日琴櫻もこう左は抱えてますけど右の、ね、脇が締まってこう下からこういくような形をとってますから、むしろちょっと押せたのかなっていうような、形だったんでしょうね。今日はいいですね、琴櫻。いやもう本当に立ち上がってからは負けていません。さあ時間いっぱいとなりました。今日の結びの一番です。今日平幕の琴恵峰が4連勝、そして小結に帰ってきた若隆景も白星で4連勝としています。もう一人初日から勝ちっぱなしの霧島、結びの一番です。一山本の攻めですが回り込んで霧島、まともに引きました。土俵には残っています。霧島はたき込みの勝ちです。霧島も4連勝です。ちょっとまともに引いてどうかと思いましたが上から押さえつけました。一山本も攻め込んではいたんですが結局霧島が対応しました。どう見たらいいですか。この対応があるからこそ、勝ちに結びついているのかなと思いますけれども、でもちょっと今日の相撲はそうですね、大関はちょっとヒヤッとしているような、やっぱこうちょっと攻め込まれてますもんね。受けましたね。でむしろこれ左が入りましたけど、ここでもう左のこうすくい投げが効かずに抜けてしまいましたから、ここではたくような形ですけれども、ちょっとやっぱりこう押された時に本人少しこうヒヤッとしたようなこう内容だったのかなと思いますけどね。でもやっぱり体はよく動いてますよ。ちゃんと対応しきれてますよね。一回右からこう押し上げてからの引きですからこれ、左右とですね。最後ちょっとねまともに自分の懐に、そうですね。ここで、ここからまた右からこうぐーっと押し上げてるんですねこれね。それで引いてるんですよこれ。だから効くっていうのもあるんでしょうけれども、やっぱそれだけ体が動いてる証拠じゃないですか。内容はねそういう内容でしたけれども、それはね15日間完璧な相撲を取れないですからね。15日間やっぱり自分のね、全部相撲が取れるわけじゃないので、それだけやっぱ対戦相手も考えてきますから。弓取り意識を務めていますが、弓取り意識が終わって、打ち出しは5時52分です。さあ気が鳴ってこの後は玉ノ井親方が選ぶ今日の一番です。さあ4日目の取組がすべて終わりました。今日の解説は元大関栃東玉ノ井さんです。勝ちっぱなしが霧島と若隆景と琴恵峰という今日終わっての結果となりました。どんな印象ですか。そうですね。全勝で、4連勝が4人ですかね。3人ですね。